はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日は iPad でメッセージカードを作るやり方を紹介していきたいと思います。先週5月10日が母の日で、その日に合わせてこのメッセージカードの作り方をね、紹介したかったんですけど、ちょっと間に合わなかったので、少し遅れてしまったんですけど、今日は母の日のカードの作り方を紹介していきます。母の日じゃなくても誰かの誕生日だったりとか、あとは結婚式のお祝いとか、そういう記念日とかにちょっとこういう可愛らしいイラストを添えてメッセージとかを書いてあげると結構ね、みんな喜んでもらえるので、ぜひ皆さんもですね、お手紙とか書くとき、ちょっとその場に紙とペンがないなって思うときはぜひ iPad で作ってみてください。今日はプロクリエイトを使ってこのカードを作っていきます。はい、じゃあ始めていきます。まずプラスボタンからスクリーンサイズで始めていきます。ここでですね、紙のサイズの指定がある人は一番最初のプラスボタンの時にサイズ指定をしてから始めてください。今日はちょっとデモみたいな感じなので簡単にスクリーンサイズで開いていきます。一番初めやることなんですけど、まずちょっと背景の色をですね、グレー色に変えていきます。背景の色変えるときはこのレイヤーのボタンを押して一番下の背景色のところを押してですね、ちょっとグレーぐらいで大丈夫です。このぐらいでいいのでグレー色にしてください。で、次、新しいレイヤー、ここのレイヤー1っていうところを選択して、ここにさっきのメッセージカードの白い部分ですね、真ん中の白い部分、文字を書くところなんですけど、そこの土台を先に作っていきます。で、白色取って、この状態でバケツを放り込むようにですね、こんな感じで画面に白色を放り投げてください。で、そうすると全部塗りつぶされるので、この状態で左上の矢印ボタンを取ります。で、そうするとこの今塗りつぶしたところがサイズ変形できるんですけど、ここが文字を書くところの土台になります。なので、サイズ変形して、中心にちっちゃくですね、あんまり大きすぎない方がいいと思うので、これぐらいのサイズにして、矢印ボタンを押して OK です。で、その次、お花をここから描いていくので、新しいレイヤーをですね、プラスボタンを押して、どんどん増やしていってください。もうどんどん追加していくことになるので、ここは後々追加してもいいんですけど、最初にやってほしいのが、このさっき作った白の土台をですね、一番上に持っていってください。一番上に白があって、その下に空っぽのレイヤーがある状態にまずしてください。で、この空っぽのレイヤーのところに、さっきのピンクとブルーの、お花をどんどん描いていきます。で、ちょっと1個ね、書いてみたいと思うんですけど、さっき作ったこの白色のベタのところから、端っこ、四隅に向かって、この葉っぱみたいなお花が生えてるように書いていってください。この根元のところはね、白のベタで隠れてるようにしたいので、根元は隠して、先端の葉っぱだけが濡れてるような感じです。で、塗りつぶしするときはですね、バケツからこうやって放り込んでいくと、どんどん塗りつぶしができるので、こんな感じで、サクサク塗っていきます。で、もしこの根元のところがちょっと見えにくいというか分かりにくいなと思ったら、このレイヤーのところの N のところ、白のレイヤーの N のところを押して不透明度っていうのがあるので、それを少し下げてあげると、後ろの葉っぱ、お花がですね、少し見えてくるので、これで描きやすくなると思います。で、次、このお花をですね、ちょっと透けさせていきたいと思います。で、ここ結構注目ポイントなんですけど、消しゴムを使って少し透けさせます。で、今回使う、消しゴムのブラシです。今、消しゴムのところが選択されていて、消しゴムのブラシを今選んでる状態なんですけど、これで、ノイズブラシっていうのを選んでください。で、このブラシ使って、お花の先端の部分だけを少し力を弱めてなぞっていってください。で、そうすると今白のブツブツ、ちっちゃい白のブツブツが見えてると思うんですけど、これはですね、消しゴムでちょっとずつ消えてます。先端がブツブツで消えていってるような感じですね。で、これ後からちょっとわかるんですけど、こんな感じで先端部分を消しゴム、ノイズブラシの消しゴムで消していってください。あんまり消しすぎると全部なくなっちゃうので、少し見えるぐらいで消してください。で、できたらこの、お花のレイヤーを複製します。複製するときは左にスワイプして複製っていうボタンを押すと同じレイヤーが1個上に追加されます。で、その状態で矢印ボタンを選択すると1個のレイヤーがですね、こんな感じで動かせるようになります。
なので自由なところに、動かして、あとは左右反転とか上下反転とかもあるんですけど、あとはこうやってくるくる回したりもできますね。でサイズ変形とかもできます。こんな感じで、同じレイヤー、お花のレイヤーを複製していきます。で、ちょっとね、今重なってるところ見えにくいかもしれないんですけど、見てもらうと、さっき消しゴムでちょっと消してるので、重なってる部分がですね、透けてるような感じに見えませんかね。このままベタでね、普通に塗っちゃってると、同じ色が重なってて見えにくくなっちゃってるんですけど、さっきノイズブラシで消しゴムで消したので、この重なり具合がいい感じに出てると思います。で、この要領でまた違うレイヤー選択して、描いてもいいですし、さっきみたいに複製してどんどん同じお花を継ぎ足していっても大丈夫です。ただやっぱり同じお花ばっかりしちゃうとちょっと単調になるというかつまらない絵になっちゃうので、違うレイヤー選択して新しいお花をどんどん描いていってもらうと、少し時間はかかりますけど面白い感じになっていくと思います。はい。で、今右側のピンク色のお花が完成したんですけど、今3つのレイヤーにこんな感じで分かれてます。で、これをグループ化するんですけど、グループ化するときは3つのレイヤーを右にスワイプしていって、右上のグループっていうのを押すとですね、こんな感じで3つが1つの塊になってくれます。で、これをですね、さらに複製して、それを左下に持っていきます。グループを左にスワイプして、複製っていうボタンを押すと、こんな感じでね、同じグループが1個上に追加されているので、この状態で矢印ボタンを選択で、左右反転、上下反転を押すと、こんな感じで同じ要素が左下にも持っていくことができます。で、このグループ化覚えておくと結構便利なんですけど、グループ化して複製、グループ化して複製っていうのをどんどんやっていくと、一気に花がもう増殖していけるので、すごく時短で作れます。なので、ぜひグループ化どうやってやるかね、覚えておいてください。で、ピンク色のお花描けたので、次、青色のお花描いていきます。プラスボタンで新しいレイヤー追加して、ここにですね、青色を取って描いていきます。で、ちょっとさっき言い忘れてたんですけど、このお花を描くときは、ブラシのですね、製図ペンっていうのがあるので、製図ペンを作ってください。ボックスはですね、インキングかな？インキングのボックスの中にある製図ペンっていうやつを使って、このお花を描いていってます。で、さっきと同じようにこんな感じで枠取って、バケツ放り込みで塗りつぶしですね。これね、塗りつぶしもうちょっと簡単にやってほしいなって思うんですけど、ここちょっとめんどくさいですね。ポンポンポンってタッチしたら塗りつぶしできるようになってほしいんですけど、プロクリエイトはこの投げ込み式なので、投げ込みで塗りつぶししてもらって、塗りつぶしできたら消しゴムのノイズブラシ、タッチアップのボックスの中のノイズブラシを取って、先端部分のところだけをこんな感じで透けさせるように消していきます。で、こんな感じで新しいレイヤー作って、そこに青のお花描いて、消しゴムで消してっていうのをひたすら繰り返していくので、ちょっとここから早回しで回していきます。
はい、でお花のところ全部かけるとこんな感じになります。で最後ねちゃんとグループ化してあげるといいと思います。でグループ化すると、今4つのグループがあるのかな。一番上にブルーのグループで2個目に、ピンクのグループがあるような感じです。で、ここでさっき一番最初にですね、背景をグレー色にしたと思うんですけど、それを白色に戻してください。背景も白色で、前に出ている、ベースのベタのやつも白色です。でこれさっき不透明度を下げたんですけど、これも 100% に戻してください。でここにちょっとドロップシャドウみたいなのを加えていきたいので、一番下のレイヤーを選択してください。もしくは作ってください。一番下にレイヤーを配置します。でここにグレー色、ちょっとグレー色でいいので色を取って、ブラシはですねエアブラシの中にあるソフトブラシっていうのを取ってください。でこれで、少しですねこの奥のところにシャドウが出るような感じで、あまり力を入れずにふわーっと塗ってみてください。でそうするとこの遠近感が出るというか、手前に白のベタがあって、その奥にお花があって、向こうに背景があるような感じに見えてくると思います。でこんな感じでドロップシャドウをつけるとちょっと立体感が出てね、おしゃれな感じになります。はい、じゃあ最後仕上げです。ちょっとアクセントを加えていきます。プラスで新しいレイヤーを1個上に作って、ちょっとね枠プラスで金箔の枠みたいなのを作っていきたいんですけど、ブラシのモノラインっていうのを取って、カリグラフィーの中のモノラインです。で色は黒を取って直線を引いていきます。直線引くときは線を引いて左の指でタッチするとこんな感じで綺麗な直線が引けます。線引いて左の指でタッチです。でこんな感じで、長方形の枠を作ってください。でこういうちょっとはみ出しちゃったところは消しゴムで消せば大丈夫です。でさっきねノイズブラシを選択しているので、違うブラシ、例えばスタジオペンとかに選択を切り替えて、このはみ出たところを消していきます。で矢印ボタン選択するとこんな感じで、後から位置とかをね自由に調整することができるので、これでちょうど中心、左右上下中心になるように位置を定めます。でこの枠をですねちょっとゴールドにやっていきたいんですけど、簡単な方法としては、例えば写真アプリの中にちょっとゴールドの画像を保存しておいて、こんな感じでスライドオーバーでゴールドの画像ですね、写真アプリを右側に立ち上げて、これをですねこうグッと長押ししながらプロクリエイトの方に放り込んでいきます。そしたらこんな感じで上にかぶさるような感じになりますね。で今レイヤーとしては一番上にゴールドが乗っかってて、その下にこの枠線がある状態なんですけど、この状態でゴールドのレイヤーをタッチしてマスクをクリップっていうボタンがあります。これを押す。でそうするとこの下のさっき作った枠線のところだけに金色がかぶさったようになります。これがマスクをクリップっていう機能なんですけど、このマスクをクリップ使うと任意のところだけその、画像を反映させたりすることができます。でこういう感じでゴールドの位置を調整すると、ちょっと上品なおしゃれなカードになったと思いませんかね。このゴールドをねちょっと差し込むだけで一気に雰囲気変わって、ゴージャスな感じ、ちょっと女性らしい感じになるので、ぜひ皆さんもやってみてください。で、ここまでできたらもうベースは完成です。たくさんレイヤーできましたけど、全部選択してまたグループ化っていうのをすると、もうこの今書いたやつ全部がグループ化されますね。で表示非表示みたいなのができるので、このベースをまずは作っておいて、あとはですねもうこの上からプラスボタンで新しいレイヤー作って文字を書いていくだけです。で今日はですね母の日のメッセージカードということなので、ちょっと私のお母さんに向けてメッセージを書こうかなと思うんですけど、皆さんはこういう誕生日プレゼントのカードとか、あと結婚祝いとか出産祝いとか何でもいいので、皆さんの好きなものを書いていってもらえればいいと思います。でちょっとねこの前ニュースで読んだんですけど、今コロナの影響でお花屋さんがすごい大ダメージを受けてるんですって。なんかやっぱり全然売れないというかね、外に出ないし買い物も行かないのでお花屋さん売れなくって、売れずに枯れてしまった花がたくさん出てるっていうのをねちょっと聞いて悲しいなって思ったので、ぜひ皆さんもですねまだまだ遅くないので、5月10日過ぎましたけど、今月中は母の日ということでですね、メッセージカード書いて、あとねぜひお花屋さんとか行けないのかな、行けないけどなんか Amazon とかでももしかしたら買えるかもしれないから、お花とか買って
送ってもらえればいいかなと思います。私もなんかちょっとお母さんにお花かなんか一つでも送ってみようかなとは思うんですけど、普段あんまりこういうことねしないのでちょっとこっぱずかしいですけど、やってみたいと思います。はい、ではこれで完成になります。いかがでしょうか。結構可愛らしくできましたね。で、レイヤーはね、すっごい今日たくさん使ったんですけど、技術としてはあんまり複雑なことはしてなくって、ひたすら書いてひたすら消して、書いて消してっていう感じだったので、誰でもできると思うので、ちょっと時間かかるんですけど、ぜひ皆さんもやってみてください。はい。で、今日のこのプロクリエイトのデータですね、オリジナルデータは iPadMate のコミュニティの方にですね、投稿しておくので、コミュニティの人はぜひダウンロードしてもらって、レイヤー構造がどうなっているのかっていうのをね、復習してみてください。で、この iPadMate では毎週オンラインセミナーをやってます。1時間とって結構しっかりめに教え込むチュートリアルをですね、毎週やってるので、もっと iPad の使い方を知りたいとか、クリエイティブなことをたくさんやってみたいっていう人はですね、iPadMate 覗いてもらえると嬉しいです。概要欄の方にリンク載っけておきます。はい。ということで、今日は以上になります。もしよかったら、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。ではでは、最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。